おはようございます。マフタビです。新しい家族が増えました。今回はですね、犬と車中泊する僕たちがガチでテスラの新作をレビューしてみたっていう企画になっております。こちらですね、テスラモデル Y という一番新しいシリーズの試乗車になっております。でね、今回僕たちがなぜテスラに興味を持ったかっていうところも含めてですね、犬を飼ってる車中泊好きの夫婦がテスラに興味を持った理由、あとはね、田舎に移住しまして、この通り山に囲まれた田舎に移住したんですけど、都会と比べてね、めちゃくちゃ不便なところが増えました。それをですね、テスラが解決してくれるんじゃないかと思いまして、今回レビューしてみようと思います。本気で購入検討もしてるんですけど、実際に乗ってみていいなと思ったら本当に家族に迎えちゃうかもしれません。それでは早速行ってみましょう。僕たち犬飼い車中泊夫婦がテスラいいなと思ったところ3つあります。1つはドッグモード、犬のねお留守番専用モードっていうのがテスラにはありまして、それが海外なんかではすごく話題になってるんですけど、なんでねそれがいいかというと、これからの季節5月ぐらいから10月ぐらいまで車中泊ってかなりしづらいんですね、犬と一緒だと。っていうのも気温が上がってくるとお留守番させるのがかなりきつくなってきます。なので僕たちも5月ぐらいから10月ぐらいまではね、結構旅を控えたりとか、旅をするにしても鍵をね2つ持っていって、スペアキーでエンジンをかけてエアコンを回しながら、もう1個のキーで鍵をかけてちょっと買い物行くとかご飯食べに行くとかやってるんですけど、車内にね残ったワンちゃんたち、冷房かけてたとしてもボタンを誤ってね押しちゃったりとか、冷房のスイッチ消しちゃったりとか暖房にしちゃったりするとね、それだけでね命の危険があるとずっと考えてたんですけど、それがね全部解消されるんじゃないかということで、ドッグモードっていうのを後で試していこうと思います。あとは2つ目ですね、田舎はガソリンめちゃくちゃ高いです。というのもガソリンスタンドがそもそも近くにないです。一番近いガソリンスタンドでも、車で20分かかります。でさらにですね、セルフのガソリンスタンドって本当に少なくて、近くのガソリンスタンドは友人のガソリンスタンドなんですけど、今ねリッター200円します。めちゃくちゃ高い。セルフまで行こうとすると40分ぐらいかかるんですけど、40分かけてまでね安いガソスタに行くのどうなんていうところありますし、そもそもね旅行から帰ってきてガソリンがもう残りわずかだとなった時に近くにないのでね、遠くまで1回急で降りてから、家に戻ってくるのをやってました。でもねこのテスラっていうのはお家で充電ができます。専用のコンセントが必要なんですけど、家に帰ってきてそのまま夜充電できるっていうのがね電気自動車のいいところだと思いますので、それもね田舎暮らしにはぴったりだなと思って検討しています。最後にね、コストが安いです。皆さんテスラってね漠然と高級車めちゃくちゃ高いんじゃないかっていうイメージ持ってると思うんですけど、僕たちもそうでした。1台1000万超えるんじゃないかなとか、外車なんでベンツとかねそっち系の高級車の部類なんじゃないかなと思ってたんですけど、実はね今テスラっていうのは電気自動車っていうこともあって補助金がかなり出ます。補助金が127万円かな現在だと。タイミングによって値段が変わったりするんですけど、補助金がね120万ほど出ますので、提示価格に比べてですね120万円引きみたいな感じです。そう考えると日本のねプリウスだったりと同じクラスの乗用車普通車と比べてもねそんなに値段大きく高くないかなと、むしろちょっと安いまである。ここが大きかったのが今キャンペーンっていうのでね、3年間テスラ専用のスーパーチャージャーっていうのを使えば全部電気代タダですよっていうキャンペーンがやってます。こちらねガソリン代がかからないです、電気自動車なんで。さらに電気代もタダとなるとコストがめちゃくちゃガソリン車に比べて低くなります。ランニングコスト。僕たち車中泊で結構ね北北海道から南沖縄まですごい距離を移動するんですけど、ガソリン代がとんでもなくかかってます。最近で2月に福島にワカサギ釣りに行ったその時のですねガソリン代を見ると、2月はですね単体で7万円ぐらいガソリン代がかかってました。今ガソリン代っていうのがねめちゃくちゃ世界情勢の関係でめちゃくちゃ値上がりしてまして、今後も先行き不透明だということでガソリン価格は
下がることはほぼないんじゃないかなと思います。多少落ち着くとは思うんですけど、高いままキープされると思うので、そう考えたらね、月7万円、平均での5万円ぐらいガソリン代使ってました。撮影もろもろよく出かけるんで、それがね3年間ゼロになるとするとめちゃくちゃ安いなと思ったので、それだけでね自動車のローン賄えるなと思ったので、今回ガチで検討してみようかなと思ってます。まとめると、僕たちがテスラを検討している理由は3つありまして、1つはドッグモード、犬が快適に留守番できるモードが備わっていると。2つ目が田舎暮らしにはぴったりな車だということで、ガソリンスタンドがね近くにないんで、家で充電できる電気自動車っていうのはかなりいいのかなと思います。3つ目が、ランニングコストがかなり低くなるというところですね。ガソリン代が高くなっている中、3年間スーパーチャージャーというのを利用すれば完全無料です。あとね、家の電気なんかでもガソリンと比べたら4分の1ぐらいになるのかな。ちょっと場所とかプランによって変わるんですけど、それでもねかなりコストが下がるということで、今ねかなり検討しております。じゃあ実際ね中に乗ってみていろんな機能を試してみましょう。さあまずこちらのね外観、めちゃくちゃかっこいいですね。シンプルなのが好きなんで、このデザインは刺さりましたね。イメージ的には、車の iPhone みたいなデザインはシンプルですっきりしてるところがねかなりいいなと思いました。さあこちらね鍵がカードキーになってます。こちらで開けてみましょう。ここにタッチすると開きました。でハンドルがねちょっと癖があるんですけど、押して引くと。じゃあ早速中に入ります。よいしょ。でね、中はかなりシンプルで、前はねほとんど何もありません。すっきりしてます。こちらセンターの、パネルで全てを操作します。トランクを開けるのも一応こちらフランクっていうね、前にも荷物置き場があるんですけど、これも全部タッチパネルでポチッと押して開けるようになってます。こんな感じ、かっこいいですね。これねグリグリ全線が見れるということですね。じゃあねいろいろちょっと機能を試してみたいと思います。ドッグモードっていうのはどれだろうな。他にはねですねいろいろな機能がありまして、全部タッチパネルで操作するんですけど、いいなと思ったのはこのセントリーモード。駐停車してる時にセキュリティがねかなり向上するっていうモードで、全部録画されてます。だからねちょこんとドアが当たったとか、不審な人が外から見てるとか、そういうのがね全部カメラに映ってます。でカメラの台数っていうのめちゃくちゃ多くて、前後ろあとは左右ですね含めて9つだったかな、8つか9つカメラがあるらしくて、それで全部撮影するっていうねモードになってますので、なのでワンちゃんを置いて、セキュリティ万全でお留守番してもらうっていうのはめちゃくちゃこれはいいかなと思います。はい、で収納もめちゃくちゃ多くてですね、ここもねめっちゃ深いんですよね。でここがスマホのワイヤレス充電ができるところで、ここに置くとですね充電が開始されます。めっちゃいいですよね。上がね全部鏡バラです。昔ね僕エアウェーブっていうホンダのほぼこれと同じような鏡張りの、上がね全面鏡張りの車に乗ってたんで懐かしいですね。最初はいいなと思うんですけど、ぶっちゃけ上あんま見ないです。あとね熱くなるっていう噂もあるんで、ちょっとそこら辺どうなんかなと思うんですけど、エアウェーブ乗ってた時もあんまり気にならなかったんです。やっぱり上が遮光されてたんで、めちゃくちゃ熱くなった記憶はなかったです。なのでそんな問題ないのかなと思います。トランクとフランク開けてみましょう。はい、トランク開きましたね。実際に中で寝転がってみたんですけど、全然車中泊できます。めちゃくちゃ広い。ひなとライトも寝るとギチギチにはなると思うんですけど、昔ねこれより狭い車で車中泊みんなでしてたんで、僕たちは全然余裕だと思います。でこちらこんな感じでね収納もめっちゃ多いんですよ。そう収納がねかなり広く作ってまして、この横もめっちゃ深いです。他社製品なんですけど、テスラ専用の冷蔵庫とかも売ってるところメーカーさんもあるらしくて、ここに冷蔵庫をねはめてる人もいました。テスラの一番のポイントっていうのが
電気自動車なんで、普通の車にね搭載されてるガソリン車のパーツっていうのが一切ないんですよ。だからエンジンがない分収納がめちゃくちゃ広くなると。フランクってやつですね。ボンネットじゃないんですよ、フランク。開けると前が開きますね。フロントトランクっていうんですかね。このフランクを開けてみます。そうするとここエンジンルームが丸々収納になってます。でね、ここが水物だったりとか多少汚れるもの入れてもね大丈夫なスペースになってます。でここがねいいなと思ったポイントが、ワンちゃんたちのうんちとかね、あとはその車中泊中に出るゴミの匂いが出るものなんかをここにね入れておく。ボックスかなんかに入れておけばなおいいと思うんですけど、お物系をゴミとかお物系をここに入れるとね車内に匂いがいきませんので、これはねめちゃくちゃいいなと思いました。極力ねゴミを出さないようにしたりとか、つどつどねコンビニで買った弁当はその場で食べてすぐ捨てるとかやってたんですけど、これだったらねこのフランクにある程度のゴミは置いといても問題ないかなと、匂いが充満しないかなと思いますので、ここも犬との車中泊にめちゃくちゃ相性がいいなと思ってます。じゃあ実際にね走行テストもしていきたいなと思います。一応ねこちら営業さんに、直乗せじゃなければ多少大丈夫と許可いただいたので実際に乗ってもらいました。どうですか？わからんね、まだね。でね、この電気自動車っていうところもあって、エンジン音とかね、車体の揺れとかめちゃくちゃなんかスムーズです。特にエンジン音はほとんどしないので、そういうところがね、苦手なワンちゃんなんかは、ドライブがね、快適になるんじゃないかなと思います。うちはね、かなりタフなんで、ハイエースのね、ズンズンどんどんガタガタ揺れる環境でも問題なく、車酔いせずに乗ってるんですけど、繊細なワンちゃんなんかはね、すごく快適にドライブができるようになるんじゃないかなと思います。実際にね運転してる様子なんかもこの後ねお見せしようと思いますので、じゃあ実際に試してみましょう。このパーキングをピッと押してもらう。でもしくは運転中シートベルトつけてると思うので、はいシートベルト外してもパーキングになります。なるほど。はい、どちらかですね。タップかシートベルト外すか。これ走行中になんかカメラ見えないんですかね。カメラはこちらですね。これを押していただいて、これがこれじゃなくてってください。なんかそのカーブギリギリのところとかって見ながら行けるのかな。そしたらもうこれで見る感じです。これ魚眼カメラなので、わかります？向こうの車まで今わかります？はいはいはい。はいそういうことか。で、ちなみにこれドライブしてもらっていいですか？ピッと。白いラインが入るんです。ドライブ入ると。で、これはハンドル曲がるとこういう風に動くんですよ。なるほど。そうですそうです。で、もちろんこれ運転中スッとこれやってもらっていいですか？後ろも見れます。で、運転中はこっちが 3D みたいな。もう周りの車がこういう感じでとか、人この辺にいてチャリンここにあって信号あってみたいなっていうのが分かります。実際にこれ今ここの駐車はこういう風に左回りで回らなきゃいけないんですけど、車いっぱい出てきます。こっちのカメラで。で、このカメラなくしたいときはまた同じボタンを押していただければ大丈夫です。なるほど。で、今日はちょっと雨降ってないんですけど、降るかもしれないので、左下のこのボタンですね。これを押してもらうとワイパーが起動します。はい。で、長押しするとウォッシャー液出ながら来ます。これハイビームです。押してる時だ。そうですね。で、このウインカーはもう上と下にしかできないです。手前に引っ張るとかもないので、本当ウインカーでカチャッとやってもらうだけの。あとエアコンですね。数字のこう映ってると思うんですけど、ここタップしてもらっていいですか？これエアコンが出てきますので、はい、もう本当にご自分の好きなところにやっていただいて。で、右下にはシートがあったかい冷たいモードもあるので、よかったらはい押してもらって。本当だ。冷房もあるんだ。すごいね。あとはこの車からついた機能なので、右下の車の白いところタップしていただきまして、一番左にライトっていうところが、ちょっと下行ってもらって、
その白く囲ってるボタンあるじゃないですか。それを押してもらって、はい、好きな色を触ってもらっていいですか。アンビエントライトです。へいえろんな色に。ナイトライト、これが楽しいです。で、円の外側に行くと、色が濃くなりますね。すごい。これ、いいんですよ。めっちゃいいんですよ。ゲーミングテスラ。確かに。最近アップデートで音に合わせて色がチカチカするモードが入ったんですけど、それにしますか？どうしますか？教えてもらったらとりあえず。一応やるだけ。おもちゃ箱ってここら辺にあるんですけど、おもちゃ箱。そしたらライト同期っていうのがあるんですけど、レインボーレーブ持ちもらって、はい、ポッティパイ。これ音楽聴けるんですけど、なんか好きな、まあなんか適当にちょっとじゃあ押していただいて。どうも今日は楽しんでください。ありがとうございます。そんなとこまでわかる。しかも人の歩くのもわかるわ。静かだね。撮影の時のガーッと音が聞こえん。確かに。エクストレイルと同じようなサイズ感だね。そうだね。前見た感じ、エクストレイルと結構同じだわ。今日エクストレイル運転してからこっち来たから。なんか、よかったね、こうね。この幅がなんかでもこっちの方が狭い気がするなんかね、コンパクトな気がする。高速に乗りました。はい、高速です。加速がやばい。めちゃくちゃ速い。怖い。速すぎて怖いな。めっちゃスムーズ。確かに。おお。ちょっとブレーキ強いね。ブレーキ強いね、確かに。離した時。どうですか、乗ってみて。いやー、慣れてきたけれど、ちょっとね、まだここがどこをどう見ればいいかわからん。確かに。ただね、やっぱりすごいね、ウインカー出したら、その視覚になるところのカメラが起動したりとか、めちゃくちゃなんかハイテクって感じ。なかなかない車だね。ね。でもハイテクすぎて、なんかどこを見ればいいかわからん。追いついてない。確かに。体が。しかもウインカーの場所とかもなんかいろいろ操作がね。違う、全然違う。やってきます。はい。おー、かっこいい。すごい、刺します。はい。これが緑になったら確かチャージされてる。おー、87%。すごい。充電制限 80% かかってるから、あー。これ以上いかないってことね。一応なんか設定変えれるらしいんだよね。これ 80% にしてるから、刺しても反応しないってことか。へー。なるほど。じゃあ抜いていきます。はい。すごい。はい、でこう。勝手にしまった。おい。かわいい。よし、じゃあこれで帰りますか。はい。鍵開ける音もなんか独特だよね。トランスフォーマーみたい。今の音がいいな。意外に減らない。5% も減ってないぐらいか。目安 1%6 キロぐらいかな。すごいね。すごい。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。これをね、上に。はい。スッとつけると。ちょっとさ、私ここだけ運転させてくれ。いいよ。それバックです。怖い。はい。オッケー。エンジン踏めばいいの？そうだね、軽くね、爆走しちゃうから。おお。なるほど。カメラがめっちゃ起動するんだよね。いいよね。だから全然調子できてない。ちょっと難しいな。エンジンがないから、ギアがないから、全部タッチできるってなんか慣れないよね。慣れない。もっと明るかったら多分ここに枠線とかも全部出るんだけど、さすがに暗いから。ちょっと難しい。お、出た。枠線出た。すご。ちょっと入れたこと？おー、
完璧じゃん。なんかちょっと難しいね。すごい。はい、それではですね、今から田舎から、都会まで走ってみようと思います。でね、高速道路なんかも乗りますので、そこのね、加速の感じだったりとか感じてもらえたらと思います。ちょっと慣れないんで怖いですけど、こちらボタンを押すと、こんな感じでカメラモードになります。この白線がね、たどっていく車幅になります。でね、テスラが車幅が結構でかいと。ハイエースとかね、ベルファイアより車幅が10センチぐらいね、大きいんですけど、カメラがめちゃくちゃついてるんで、運転のストレスは、ちょっと怖いですけどね。ただこの横だったりとかね、全部見えるんで、怖いは怖いな。慎重に行かせていただきます。で、独特なのが、そのワンフットペダルっていうので、日産とかでもやってるのかな、アクセルだけでほぼ完結するっていう風にしてますので、エンジンブレーキちょっと強めですね。ハイエースとかに比べると、かなり足を離すとグッと止まるイメージです。でね、ここに障害物とかを全部検知してね、出ます。車だったりとか横断車、信号なんかも情報もね、すごい多分50メーターぐらいかなはカバーしてますんで、新しい体験ですね。ネットでね、よくあるのがテスラ日本の道路のサイズに合ってないからなかなか買えない、買うのに躊躇するっていう人いるんですけど、ハイエースをね乗ってる身からすると全然テスラの方が乗りやすいです。幅は10センチなんで5センチ5センチか広くなってね、駐車なんかがね、立体駐車場とか機械式の駐車場が使えない、幅がオーバーしちゃって使えないとかあるんですけど、実際ねハイエースとか N 版がね、車高が 2.3 以上あって、その立中ほとんど止めれないっていうのを経験してる身からすると、テスラはね車高自体は2メーター以内で収まりますので、全然余裕です。さあ、音とかもねめちゃくちゃ静かなんですよね。うちの子たちはちっちゃい頃からね車に乗ってますんで、そんなに騒音だったりとかエンジン音って気にならないタイプなんですけど、こんだけ静かだったらね、繊細なワンちゃんでも全然いいんじゃないかなと思います。で、テスラってね、結構ね、都会の人向けじゃなくてね、田舎の人向けだと思いますね。アメリカで流行ってるっていうのもあるんですけど、やっぱり都会だと自宅充電がね、難しかったりとか、駐車場問題がかなり多いので、テスラは使えないよっていう意見多くなっちゃうと思うんですけど、田舎のね、一軒家とか住んでる人はマジでいいと思います。で、ガソリン代がね、その田舎って結構物価が高くて、安いのは家賃代ぐらいで、それ以外ね結構高いです。飲食店もね都会と変わらない、むしろね競争がない分高くなってる傾向もあるし、ガソリンがねむちゃくちゃ高いです。都会のセルフとかだったら現時点で150円ぐらいかな、150円前後でね入れれると思うんですけど、田舎だとねセルフがそもそもほとんどないんで、200円超えてくるとね、ハイエースとかだったら1回で多分1万円近く給油してたんで、それを比べるとね、その電気自動車で3年間無料っていうのもあるんですけど、それがなくなったとしてもね、深夜料金の電気とか使えばめちゃくちゃ安くなると思うんで、これはね本当に田舎住んでる人向けだと思います。軽トラかテスラかぐらいのね選択肢もいいんじゃないかなと思います。これね、田舎に住んでる人たちだとね、子供の習い事とかのね送り迎えもね結構車使うと思うんで、このファミリーカーとしてもね使えます。テスラモデル YL っていうのが新しく出て、それが6人乗りかな、本当にミニバンみたいな感じで使えるモデルも出てるんで、それとかあったらね本当にメインの車として使ってもらってもいいんじゃないかな。自分の家で発電できるかどうか、あとは駐車スペースがね取れるかどうか、ここがね大きい問題になってくると思います。日本で普及しない原因の2つはもうほぼそれかなと思います。近々ねフルオートの FSD っていうんですけど、もう本当に手放しでずっと乗れるような完全自動運転っていうのが、解禁されるんじゃないかっていう噂も出てますし、現状でも日本でオートで駐車するっていうのがね OK なんで、これもねオプションにはなってきちゃうんですけど、買い切りだと40万弱かな。それがあればね、その駐車問題とかも結構解決するんじゃないかな。でね、噂なんですけど、アメリカでねそのすごいコンパクトな完全自動運転の車が出るらしいです。で、それが通常はね自動運転として
買い物とか子供の送迎とかねに使ってもらって、使ってない時間は完全自動運転でタクシーとしてねそのお金を稼いできてくれるっていう機能がつくらしいんで、それ日本に来たらねめちゃくちゃ革命起きるんじゃないかなと思います。ただねタクシー会社の利権とかが結構強いんで、ここ数年だとそこまで難しいと思うんですけど、その FSD っていう完全自動運転多分一部の限定解除じゃないかな、高速道路だけとかそういうところでね解禁は近々されると思うので、そうなったらねめちゃくちゃいいんじゃないかな。やっぱり高速道路乗ってる時間が多いんで、僕たちも3時間とか4時間とかね高速道路乗って行くんで、その間にねモフモフたちとリラックスしながら行けたりとか、仮眠取ったりとかね、あと仕事でパソコンでね仕事したりするんで、デスクを広げてパソコンをカタカタやって仕事したりとかそういうのもできますんで、ちょっとね未来広がるよね。さあこのセンサー見てもらうと、車がねすれ違うたびにこんな感じで結構正確に出るんでね、車幅とかも結構正確にやってんじゃないかな。駐車場の時とかもね白線とかもすごい綺麗に出るんで、もう運転苦手な人こそおすすめかもしれない。ただね東京とか大阪とかねあとは名古屋だと栄とか超都心部はやっぱりね緊張しますね。どうしても幅が狭いし人が多いし路駐とかも多いんでね、はい、電気自動車ってね乗ったことなかったんですけどいいっすね。でやっぱり現行で電気自動車、プラグインハイブリッドとかになると思うんですけど、やっぱり一番人気なのってプリウスだと思うんですよね。でプリウスがEV モード、完全電気で走るモードだと87キロとかだったかな、90キロぐらいは走行できるんですけど、それ以降はガソリンに切り替わるっていう形になってます。で最高航続距離とかを含めるとプリウスの方がねかなり長くロングドライブできると思うんですけど、完全電気だけだとね本当に近所の買い物用っていう感じなので、テスラのモデル Y、ロングドライブモードとかねいろいろそのモデルがあるんですけど、400から500ぐらいはいけるみたいです。当然ね気温だったりとかエアコンの使い方とかね電気の使い方によってだいぶ変わると思うんですけど、4、500いけばねそのハイエース、満タンにしてもね400いかないぐらいだったんで、ハイエース乗ってる身からしたら、めちゃくちゃ快適っすね。多分リッター5とか6じゃないかな、ハイエースで。テスラもねリッター換算にすると結構30とか40ぐらい、電気代とかガソリン代とかね計算するとそれぐらいはあるらしいんで、めちゃくちゃ増えますよね、ハイエースに比べたら。補助金もつくし、その3年間電気代が無料キャンペーンっていうのもやってるんで、それ考えるとガソリン車よりめちゃくちゃ安く済むんじゃないかな。維持費に関してもなんですけど、車検とかはね全体的に安いみたいです。というのもやっぱりその車検の時にメインで点検するのってエンジン周りとか駆動系、あとはベルトだったりとかそういうところじゃないですか。エンジン周りがね丸々ないんで、例えばエンジンの点検とかエンジンオイル交換とかそういったねその点検費用とか交換費用っていうのが一切かからないんで、車検がねだいぶ安いみたいです。本当軽自動車並みじゃないかな、10万円とかそんぐらいって言ってたな。一番ネックになるのがバッテリーの交換なんですけど、保証がね8年だったかな、タイミングによって違うんですけど8万キロもしくは8年とかそんな感じ、10万キロ以内で、6年とか8年とかそれぐらいの保証がつくらしいです。トラブルがあったりとか交換っていうのはその保証内だったらできるらしくて、確かにね丸ごと乗せ替えると300万とか400万とか明細が出るらしいんですけど、保証内だったらね無料でできるらしいんで、そう考えたらねいいっすよね。車通りが多くなるとこのセンサーとかもねだいぶ動いてますね。結構車高とかに応じてそのトラックの形になったり普通車になったりねかなり見分けてますね。50メーター先ぐらいから見てるっぽくて、人が横断するとことか脇道からね車が来るようなところなんかもこの画面に映るとね車来てるんだっていうのがね分かります。やっぱり目視だとその建物だったりとか看板だったりとか景色だったりとかで結構見落としちゃったりするんですけど、このセンサーでね車の表示が出るっていうだけで意識がねそちらに注意することができますので、
夜とかはね気づかない歩行者とか気づかない車とかもねセンサーにパッと出てくるんで、そこでちょっと気をつけなきゃなって気持ちになりますね。全体的にその車の前後左右、あとはそのサイドとかいろいろねカメラついてるんですけど、これボタン一つでカメラを切り替えれるんですよ。これは、走行中はリアです。デジタルインナーミラーを使ってるんですけど、ハイエースの時はこれはね標準装備でカメラが全部ついてますので、この感じでリアの様子とか、あとから斜め右後ろ左後ろですね、これがウインカーを出した時にこのカメラがねパッと出てくるんで、ハイエースはねもう完全目視で確認してたんですけど、目視じゃなくてもカメラでねパッと一瞬で状況をつかむことができます。やっぱりね見落とすところもあるんで目視もちゃんとした方がいいと思うんですけど、こんな感じでね後ろにどれぐらいの距離に車が詰めてきてるかっていうのも全部分かります。操作系統も全部この手の中で収まります。これがねワイパー、このボタンワイパー、基本的にワイパーは自動になってるんですけど、雨粒がね溜まっちゃった時なんかはポチッと押すとワイパー起動します。これウォッシャー液も一緒に出てるワイパーですね。こんな感じで起動しますので、これはね夜の方が分かりやすいんですけど、ボタン一つでねこのハイビームも切り替えられます。一瞬押すとね一瞬だけパッとハイビームになって戻る。ちょっと長押しするとハイビーム継続っていう感じでね直感的な操作ができるのはありがたいですね。このハンドル周りっていうのはすごくシンプルに作られてて、これウインカー出すとねこんな感じで左後ろがね見えるんですよ。左に曲がるっていう風にやると、左折してランプに進入してください。さあ高速に行きたいと思います。で戻すとカメラも戻る。およそ100メートルで左側のランプに進入してください。さあ高速に乗りましたね。じゃあ合流します。合流の時もねカメラがちゃんと見てくれてるんですね。さあ行きます。さあこれ加速がねめちゃくちゃスムーズなんですよ。もう一瞬で90キロまで行きました。ハイエースはねかなり頑張ってます。これもね 4WD なんですけど、ハイエースも 4WD なんですけど、加速の時はねかなり踏まないといけないです。だけどね電気自動車はめっちゃスムーズ、スーっていくね。いやこれは高速は気持ちいいですよ。でね完全自動運転になったらねもうこれ手放しでいけると思うので、多分ねそのステアリングは保持しないとダメとかね、日本は法律厳しいんでそういう風になると思うんですけど、完全自動になったらね高速楽しいですよ。めちゃくちゃね楽。やっぱりねロングドライブの時の高速ってもう眠気との戦いだったりとかね、特に僕春は花粉症の薬をね飲まないと外出れないんで花粉症の薬を飲むんですけど、やっぱりねめちゃくちゃ眠たくなったりとか、あと車酔いひどい人なんかはね酔い止め飲むとね眠気がすごく襲ってきたりしますので、やっぱりね危ないですよロングドライブしてると。だからちょこちょこね休憩挟みながら危ないなと思ったら必ず仮眠取るようにしてるんですけど、やっぱりねなかなかサービスエリアに入れない地域ってあるもんですから、その点ねオートパイロットになったらねめちゃくちゃそういうストレスとかその肉体的負担っていうのはだいぶ軽減されるんじゃないかなと思います。あとはねテスラをいろいろ調べててね、そのデメリットとして上がってたのがリセールバリューの悪さなので、売った時に値崩れがしやすいっていうところなんですけど、ちょっといろいろからくりが分かってきまして、まず一つはテスラって新車で買うと補助金が結構出るんですよ。あとは特典がめちゃくちゃつく。例えば今だったら補助金で127万円が、戻ってきますと。実質ね130万円引きぐらいで買えるっていうのもありますし、あとはスーパーチャージャー3年間無料。これねうちの例えば5万円、かなり多いですけど月5万円のガソリン代を使ってるとしたら、1年で60万円でしょ。3年だったら638で180万円。180万円ねそのガソリン代が浮くと思ったらめちゃくちゃでかいですよね。補助金120万円、ガソリン180万円だったら300万円分ぐらいね得することになる。車検費用とかも安いし、そう考えるとね、新車で買うよねって感じですよね。中古車が売れない理由ってそこにあると思ってて、中古だと全部つかないんですよ。でねよく見ると車体価格もめちゃくちゃ
値崩れしてるかって言われたらそうでもない。まあ新車で買うよりが当然安いんですけど、ただねそれ以上に新車で買うメリットがでかすぎて、だから中古が売れないんだなと思います。あともう一つね、その中古でも高く売る方法っていうのが FSD のオプションに入ってるかどうかでも値段変わるらしいんですよ。FSD っていうのは完全オートパイロットができるよっていう機能を最初にね、ソフトなんですけど、それをインストールするかどうかっていうのがオプションで選べます。ただね、日本だとその FSD オートパイロットがまだ解禁されてないんで、つけることはできるんですけど使えないっていうね、結構博打なんですよね。解禁されれば買い切りで買ってる人はそのまま使えるし、解禁されなかったら完全に無駄になると。北米の方とかだとその買い切りプランっていうのがもうなくなってサブスクになってるらしいんですよね、オートパイロットで。そのサブスクが月2万とか、まあまあな金額かかるみたいなんですけど、で今後ね日本もサブスク化していく可能性はありますね。だから中古価格、買い取り価格を上げようと思うと、その FSD80 万円ぐらいするオプションをインストールしてるかどうかっていうので価格が結構変わるらしいんですけど、これはね博打ですね。オートパイロット来るかどうか分かんないしね、ぶっちゃけね。だからね、もし買うとしたらそのオートパイロットのもう一段下のプランで40万円ぐらいなんですけど、オートで駐車できるソフトっていうプランがあって、それはちょっとね欲しいかな。完全自動で駐車できるんだったらね、ママさんとかがね買い物に行くストレスがだいぶ減りますんで、それはちょっと欲しいかなと思うんですけど、どうかな、検討中。本当に買うかどうかね、決まったらそこも検討していきたいなと。で、一応その40万円のねオート駐車のソフトをインストール最初にしておくと、オートパイロットのソフトが欲しいなってなった時に差額分だけでいいらしいんですよ。だから先に40万円のソフト買っておけば、残り40万円払えばオートパイロットの機能が解禁されますよと、アンロックされますよっていう風に聞いたんで、オート駐車のね機能は無駄にはならないんで現行で使えますんで、それはねつけてもありなのかなと思います。でテスラって結構いろんなキャンペーンやってるらしくて、ちょっと前だと分割金利手数料タダとか、あとはねスーパーチャージャー5年無料の時もあったらしいです。多分半年前ぐらいかな。今ね新車普及させるためにめちゃくちゃもう大盤振る舞いしてる状態なんでね、出来たてのサービス、出来たての最初にね普及させる段階のメリットってめちゃくちゃでかくする傾向があって、例えば今はね当たり前になったコード決済の PayPay とかも最初はね PayPay くじだったかなっていうのがあって、 PayPay で買い物したら一定の確率で全額ポイントが戻ってくるっていうキャンペーンやってて、で僕もねそれ Apple Watch 買った時に当たって5万円ぐらいタダになったんですよ。であの時ってね PayPay ってすごいな、お金も配りまくってたし、店側もね利用手数料タダだったりとか、ものすごい大盤振る舞いしてたんですよ。で今回収時期に入ってるんでそういうキャンペーンなくなっちゃったんですけど、テスラはねまさにそれだと思います。普及させる段階の超サービス期間が今だと思ってて、イラン情勢などで今ガソリンのね価格、原油価格がねめちゃくちゃ不安定じゃないですか。先行きが見えないというか、どんどん値上がりしていくんじゃないかと、ガソリンがなくなるんじゃないかなっていう風に言われてる状態なんで、今年テスラ買う人めちゃくちゃ多いと思います。リッター200円とかで入れてらんないもん、ぶっちゃけ高すぎるって。僕がね車乗り出した頃ってねハイオクで120円とか、レギュラーはね本当に90何円の時代にね車を乗り出したんで、その印象がねめっちゃ強いんですよ。だからね今150円っていうのもねめっちゃ高えなと思いますし、もう200円とかね信じられんよね。なんでだろうな、田舎のセルフってね値段がめっちゃ分かりにくいんですよ。あんまり大々的にねやってないっていうかね、入れないと分かんないぐらいねあんまり値段出してなくて、満タン給油した時のね1万円近い絶望感やばいっすよね、あれね。それがね無料、そのスーパーチャージャーっていうのを使わなきゃいけないっていうめんどくささはあるんですけど、車代ガソリン代無料になりますって言われたらね買うよね。しかも補助金で安く買えるでしょ、キャンペーンもいっぱいついてるでしょ。
で一応テスラっていうのが展示場もあって市場とかをねめちゃくちゃ力入れてるみたいです。今テスラの戦略としてはそのショッピングモールイオンとかそのララポートとかにとにかく展示場を出すと。でね、テスラってね今日本で発売してるの2台しかないです。モデル3とモデル Y っていうね普通車とミニバンみたいな形の2つしか出してないんで、展示もその2つで済むんですよ。もうそこで全部が見れる。とにかく試乗してもらうっていうのを重点的にやってるみたいで、なのでディーラーとかを作らずにね展示場で完結させる。その上でね注文する時がね結構ねびっくりするんですけど、ネットで全部完結するんですよ。iPhone 買うときとほぼ一緒。色選んでオプションのソフトをダウンロードしますかとか選んで、もう本当にそれぐらい選択肢がめちゃくちゃ少ない。でね、ハイエースとかだと日本のね車買うときって結構複雑で、例えばドアバイザーがいりますかとか、フロアマットも基本はついてないんで必ず基本セットみたいなのをオプションでつけなきゃいけないし、ドアバイザーとかもね雨よけ用のバイザーとかもつけなきゃいけない。ヘッドライト LED にするか通常にするかとかめちゃくちゃ細かいところが多いんですよ。寒冷地仕様にしますかとか、四駆にしますかとか、素材はどうしますかとか、めちゃくちゃ細かい、目に見えないところもめっちゃ選ばなきゃいけないんで結構大変だし、なおかつね交渉しなきゃいけないじゃないですか。あっちのそのディーラーだとその営業さんがいくらいくら値引いてくれるんですよねとか、そのね駆け引きがね苦手なんですよね。買う時のねストレスがかなり高いんですけど、テスラってね試乗していいなと思ったら基本的にほぼ全てパッケージ化されててほぼ入ってます。カメラだったりとかそのナビだったりとかも全部ね高水準のものがもうパッケージ化されてて分かりやすい値段なんで選ぶ必要がないですよね。そう普通のね日本車とかだったらナビがいるのかいらないのか、ナビのグレードどうするかめちゃくちゃ選ぶまでのストレスが多かったんですけど、テスラってね本当に選ぶのはね色ぐらい、モデルと色、あとはそのオートパイロット入れるかどうか、現行ねその完全オートは使えないんで、オプションなしか駐車の時のオートを入れるかどうかぐらいです。あとねホイールのインチとかもあるんですけど、基本的なねベーシックなプランでねかなり高水準なものがついてきますので選ぶストレスが本当にない。なのでねカスタマイズする余地がない分めちゃくちゃ選ぶの簡単です。多分4箇所ぐらいポチポチして、あとは買いますかはいで終わりで、テスラもねローンが組めて最大10年だったかな、10年ローンも組めるみたいです。これね金利手数料ゼロの時にねフルローン組めた人めっちゃいいと思う。だからねその補助金だったりとかランニングコスト、テスラのローン含めてね日本の車よりね下手したら安いんじゃないかな、安く感じると思います。そうテスラってねめちゃくちゃ高級車っていうイメージ。 YouTube とか見てもやっぱりテスラ買ってる人ってめちゃくちゃ成功してる、最先端を行ってる人ばっかり買ってて、昔売ってたモデルは1000万とか超えてたらしいんですよ。で今ねなくなってます。もう売ってないです。一般向けのモデルしか売ってないんで、だからねテスラ1000万超えるっていうイメージが強すぎて選択肢すら入ってなかったんですけど、実際はねよく見てみるとやっぱねプリウスとかよりね、見方によって安いですね。ランニングコストだったりとか補助金とか含めると安く買えるんじゃないかなと思います。テスラは iPhone とかと同じでソフトウェアが頻繁にアップグレードされます。でねこういうちょっと遊びがあるねその機能もいっぱいあってね、光で遊ぶとか、多分これで Spotify が最初から入ってたんですけど、これ夜になるとここがね光がネオンみたいになって選べるんですよ。色を選べたりとか音楽に応じてねその明滅がしたりとかねめっちゃ面白いです。でやっぱりそのオーディオを他社のを載せなきゃいけないとか、そのナビとのね車の相性とかね一切考えなくていい。もうテスラが全部ね最適なものをつけてくれてるんで、そこら辺もねその選びやすいなっていう風に思います。スマホの感覚に似てて Android 派か iPhone 派かって
分かれるじゃないですか。でね、僕たちはね iPhone 派なんですけど、一応その要因として iPhone ってその触っててストレスが少ないんですよ。動きが滑らかだったりとか、エラーが少ない、固まるのが少ないとか、カメラの動きがスムーズ、ラグがないとか、極限までストレスを減らしてるのが iPhone。触ってて心地いい。で Android はカスタマイズがものすごくできるとか、その最先端の機能が一番最初に入るとか、そういったね、そのガジェットらしい、どんどん自分好みカスタマイズしていくっていうのが利点なんですけど、めんどくさいんですよね。その好きな人もいるんですけど、僕は結構めんどくさがりで、もう最初からねシンプルにもう使いやすくしといてくれっていうタイプなんで iPhone もねずっと使ってるんですけど、それに近いかもしれないです。もう最初からパッケージ化されてて、もう選択の余地ない、もうこれでやってくれと、最高なのを作ったからもうこれに乗ってくれっていうね、その意思を感じますね、テスラは。iPhone に本当に近い。だからどんどんそのソフトウェアとかもアップグレードされていって、駐車する時の音とかも選べるんですよ。鍵をした時にアイアンマンみたいな音がしたりとか、ってなんかこうおならが鳴ったりとか、いろんなねその音が選べたりとか、まあマジでしょうもない機能なんですけど、そういうのがねちょっと遊び心としてアップデートされていったりします。でね、もちろんその全世界のテスラのデータをね集めていってるんで、その不具合があったりとかもう随時ねそのどんどん解消されていくと。で乗り心地とかもね変わってくるらしいですね。やっぱり自動制御をしてくれてるんで、より快適な乗り心地になるようにね、その足回りの硬さとか、ちょっとそこら辺までは詳しくわかんないんですけど、そういったね乗り心地のアップグレードっていうのもあるらしいです。いつも乗ってるハイエースと比べて乗り心地どうかっていうところなんですけど、見通しに関してはハイエースの方がいいなと感じます。ハイエースはねエンジンがその運転席の下だったかなに積んでるんで、前がすごい短いんですよ。だからその運転してる時のカーブの具合とかねすごい分かりやすいです。テスラはねちょっと前にフランクっていうね物置の分ね前が広がってるんで、やっぱりねちょっとカーブする時はとか怖いですね。目線もやっぱりちょっと差があります、ハイエースに比べたら。運転のしやすさっていうところだとハイエースの方が個人的には好きかも。視点に関してはただね、そのシートの感触だったりとか、ハンドルの軽さとか、あとその全自動なところだったりとかっていうのはね、テスラの方がいいかなと思います。実際ね、車幅がハイエースより10センチぐらい長いんですよ。両サイド5センチずつぐらい。テスラの方が大きいです。1920とかだったかな。2メーターギリギリぐらいまで大きい。ハイエースは1840とかそれぐらいだったと思うんですけど、そこがね皆さんネックに感じてる人多いと思うんですけど、なんかね運転してる感覚からするとハイエースに比べたらこっちの方が運転しやすい。なんかちっちゃい感じがするな。ハイエースはね高さもでかいし、その長さ全長もかなりでかいんで、そこら辺をねいろいろその注意しなきゃいけないっていう感覚があるんですけど、テスラに関しては両サイドがちょっと大きいだけっていうだけでね、前後の長さとかそこまで長くないんで、ハイエースの方がでかい車乗ってるな、取り回ししづらいなっていう感覚はありますね。ただね駐車に関してはちょっと怖い。やっぱり都会の立中とかはね行きたくないですね。やっぱり幅がギリギリなんで、センサーでね細かく見えはするんですけど、やっぱ怖いですね。そこがやっぱりテスラ社が敬遠されてる理由の一つにはなると思います。だから都会で住む人よりね郊外のちょい田舎もしくはガチ田舎の人の方がテスラ向いてると思います。めちゃくちゃね都会っぽい洗練されたデザインなんですけど、もうこれね田舎向けです。この子テスラとかもね軽トラとか出したら売れるんじゃないかな。ミニサイバートラックとか出したらめっちゃ売れる気がする。でね、日本だとサイバートラックってね発売ができない、公道が走れないらしくて、でそれもね営業さんに聞いたんですけど、今まではねそのサイズがでかいから無理だと思ってたんですけど、形らしいです。日本の車の規格って全部丸っこいじゃないですか。あれってその殺傷能力を抑える意味合いもあって、角張ってるものって攻撃力高くなるんで基本的にはダメらしいんですよ。角張っちゃダメらしくて、サイバートラックってね角張ってるんでそこが引っかかってるっぽいです。昔ねスポーツカーの RX7 っていうのがイニシャル D とかのね出てくるライバルが乗ってるめちゃくちゃかっこいい車なんですけど、
あれってヘッドライトが電気つけるとウィーンって開くんですよ。でその開くヘッドライトも全部廃止になっちゃったんですけど、それもそのデザインの規制、ウィーンって開くと、もし万が一人が、ね、事故した時に怪我する確率が跳ね上がると。万が一事故になった時でも怪我する確率をね下げるために、ああいうヘッドライトがウィーンって開いたりする角張った箇所があるっていうのは全面的に禁止になったらしい。だからね、サイバートラック自体は日本で今後売れるようになることはまずないと思います。ただね、そのサイバートラックのノウハウを詰め込んだ車っていうのは徐々にカスタマイズしてね、日本に出てくると思います。このモデル Y っていうのも多分そのノウハウが詰まってるんじゃないかな。基本的にはね、窓の開け方とかその充電の仕方とかサイバートラックとほぼ同じなんで、家庭用に改良されたサイバートラックがこのモデル Y っていうイメージですね。だからね、今後はねコンパクトカーも実際作ってるんで近々出てくると思います。コンパクトカーと、あとはねサイバートラック並みの大きい車もね出てくるんじゃないかなと思います。ただテスラはその現行販売するモデルっていうのがめっちゃ限られてくるんで、すぐね廃売になるらしいんですよ。昔のシリーズを置いとかない、モデルチェンジしたら過去のはもう買えないと。すごくね分かりやすい、新作が出るたびに過去作っていうのがどんどん消えていく売り方なんで、今後新しいのが出るたびにどんどん昔のは消えてると思います。だからね、どのタイミングで何を買うかっていうのはすごい難しいんですけど、そのモデル Y っていうのはねめっちゃ人気出ると思います。デザインもシンプル、見た目もシンプルだしちょうどいいんですよね。その荷台も広い、あとその居住空間もね快適、後ろ後部座席なんかもねかなり広いんで、これ日本のミニバン乗ってる層を根こそぎ取りに来てると思います。オデッセイとか中型ミニバン、そこら辺の層はねこれハマると思います。でモデル YL っていうのが6人3列目のシートが出てるんで、多分ボクシーとかノアとかそこら辺のねミニバンクラスの人たちが結構ね興味を示すんじゃないかなと思います。でトヨタとか日産も自動運転のシステムを進めてるらしいんですけど、結構ねまだ見通しが分かんないですね。トヨタも電気自動車が2027年だったかな、かなりのラインナップ出すんですけど、トヨタ車いいんですけど最近デザインがねちょっとやんちゃなものが多い、トランスフォーマー的というかシンプルじゃなくなってきてるんですよね。ゴツゴツしてるというかちょっとアニメチックになってきてるものが多くて、それはね好みの問題にはなってくると思うんですけど、新しい電気自動車のシリーズでね、うわこれめっちゃかっこいいっていうのが現状ね今んとこ発表された時はなかったんで、ここら辺がねどうなってくるか。ちょっとトヨタはねマイルドヤンキーをターゲットにしてる節があります。でやっぱりねトヨタって愛の会社なんで、愛知ってねマイルドヤンキーめっちゃ多いですよ。マイルドヤンキーっていうのはその地元を出ずにずっとそこに暮らし続けて、子供を含めてねその場所に暮らし続ける。で狭い空間で暮らし続けるんで、なんていうんですかね、コミュニティができやすいというか地元のつながりが強い人たちが多いので、マイルドヤンキーっていうとねちょっとバカにしてる感も出ちゃうんですけど、地元を愛して地元を出ない、地元ラブみたいなね人が名古屋めっちゃ多いです。っていうのも名古屋はねその出る意味がないんですよ。都会に全て揃ってます。東京大阪行くのにも高速がね整備されてるし、海外行くのもねセントレアでっかい空港ありますし、東京大阪に比べて家賃が安いです。ご飯も美味しいし、物価自体もねガソリンとかも結構安いですよね。愛知に住んでる人って出ない人が多いです。ずっと愛知にいるっていう人が多い。そういう人をね身近に見てきてるんでトヨタは、だからマイルドヤンキーっていうのをそのターゲットにしてるところはあると思うんですけど、その人たちが好むデザインっていうのにかなり寄ってってるっていうのはあると思いますね。だからねトヨタがどこら辺までねグローバル戦略というか、海外向けにしすぎてもね売れなくなっちゃったりするんで難しいところなんですけど、電気自動車の規制だったりとか自動運転の、規制だったりとかそういうところを乗り越えて自動運転といえばトヨタっていう風になればいいんですけど、テスラのねその自動運転のデータっていうのがねやっぱりとんでもない量蓄積されてるんで、これを超えるのは大変だと思います。テスラに関しては自動運
ばかりに目が行くんですけど、車としての性能もね結構快適で不自由がないんじゃないかなと思います。ぶつけた時のね交換費用が高いとかいろいろ噂あるんですけど、そこら辺はね実際にやってみないと分かんないですね。あとはその正規ディーラーがまだまだ少ないので、故障した時とか点検の時とかねが結構大変っていうのは聞いたりします。ここ数年で発展してくれるといいなと思うんですけど、未来は感じますね。これは運転が楽しくなりそうだなっていう予感はします。あとはね、その電気自動車なんで、その空調エアコンとか冷房暖房がねエンジンアイドリングしなくてもガンガン使えるっていうところは、車中泊好きの僕たちからしたらねめちゃくちゃいいですね。やっぱり暑くなってくるゴールデンウィークから10月ぐらいまではですね、結構車中泊諦めちゃうんですよね。特に犬連れとなると無理やりねスペアキーを使って冷房かけて買い物行ったりとかご飯買ってきたりとかしてるんですけど、それでもねやっぱり不安はすごい残るんですよね。だからやっぱり暑くなると出かけるのやめようかなということも増えますし、去年はね本当に7月8月とかね一切外出てなかったですね。全然旅行とか行けなくて、川遊び行くにしてもウルちゃんとかねフーちゃんはねそこまで川遊びが好きじゃないんで、ちょっと遊ばして車でねお留守番するっていうケース多いんですよ。もうライトとヒナがねめちゃくちゃ遊びたい派なんで、ふーちゃんだけ先にちょっと休憩しよっかっていうケース多かったんですけど、その時ね不安ですよね。冷房をかけて離れるんですけど、やっぱりね寂しくなると運転席まで来てねいろいろ外の様子を見たりするんですよ。その時にね冷房のボタンをね暖房に押しちゃったりしたらね、真夏に暖房なんかかけたらほぼ終わりじゃないですか。でそういうロックがかけれないんですよね、そのハイエースは。テスラはねドッグモードっていうので快適な温度に保ってくれるっていう機能が備わってまして、これがいいのがね、外から見た時に車内は快適ですよっていう表示がねデカデカと出るんですよ。このモニターに今エアコンかかってて大丈夫ですよと、ワンちゃんは快適な状態で過ごしてますよっていう表示がねここに出るので、周りから見た人もねこの車は今快適なんだっていうのは分かりやすいんです。今ね SNS とかでその夏にね犬を放置して車に留守番させておくとめちゃくちゃ上げられるんですよね。炎天下の中犬が放置されてるってねめちゃくちゃ晒し上げられて、僕たちはねその完全にふーちゃんが外を見ると興奮しちゃうんで完全に目隠しをして冷房をかけていくんで、外からはねわからないようになってお留守番してるんですけど、やっぱりね普通の車でね車内にワンちゃんが取り残された状態で真夏そういうのを見かけたりすると写真を撮って警察呼んじゃったりとか、窓ガラスを割って助けようっていう人もね結構増えてきてます。かなりね大きな騒ぎになっちゃいます。やっぱりね中には本当に炎天下に置いてく人もねいるんですけど、対策しててもね晒し上げられちゃったらいくら弁解したとしてもね払拭できない。人が集まってくるとねそのワンちゃんたちも不安になってパニックになっちゃうんですよね。でやっぱり野じ馬してる方からしたら助けてあげたいとかかわいそうっていう気持ちで近づくんですけど、ワンちゃんからしたら快適に寝てたのにめちゃくちゃ知らない人が見てるってなるだけでパニックになってね座席から転げ落ちちゃったりとか、威嚇しようとしてそのダッシュボードに登ろうとして落ちて足怪我しちゃったりとかね、小型犬は特にあると思うので、これドッグモードっていうのはもう本当にね全車種作ってほしいぐらいですね。国内メーカーもねドッグモード本当に作ってほしい。そんなに難しい機能じゃないと思うんですけどね。一応プリウスとかのその電気自動車系も快適モードっていうのでエアコンとか暖房をアイドリングせずに使えますよっていう機能あるらしいんですけど、それはねキャンプモードっていうのがあって一晩中冷房暖房ねつけっぱなしにできるモードっていうのがあるんですよ。エンジンがない分バッテリーをねでかいのが積めますので、ガソリンとのハイブリッドに比べたらバッテリーの大きさ段違いになってくるんで、そういう一日中ねキャンプモードっていうので冷暖房つけっぱなしにするっていうのも可能になってくる。これはね電気自動車にしかできないと思います。ネットを見るとデメリットはね死ぬほど出てくるんですけど、メリットを発信してる人ってねやっぱりまだ乗ってる人がすごく少ないので、今回ね実際に試乗させてもらって犬飼いが
感じるメリットっていうのをねめちゃくちゃ感じたので、ちょっとねそこら辺をお伝えできたらいいなと思います。さあ都会に来ました。さあ人が多いですね。路中とかが多くてねイレギュラーなことがかなり起こりますので、ちょっとね注意して進んでいきたいと思います。前の車だいぶ左に寄ってるんですけど、こことかにもね結構反映されてます。ほぼ中央車線割ってるんですけど、ここら辺もね割と正確に表示してくれてるのは面白いですね。周りを把握する機能っていうのはめちゃくちゃ高性能です。さあ駐車に入りますと、さあ都会の駐車場ね行きましょう。高さはね2メーター超えてないんで、いやこのね高さ制限が結構ストレスなんですよ。 N バーも2メーター30あるし、ハイエースはね2メーター50あるんで、基本的に都会のね駐車場止められなかったんですけど、全然余裕です。この横が怖い。さあなんとか帰ってきました。怖かった。ただねカメラがあるんでなんとかいけるはいけますね。さあ駐車の時はねこんな感じでいろんなカメラが作動してサポートしてくれるんですよね。でサイドミラーもちょっと下向いたりしてねサポートしてくれます。ただそれでも結構慎重にちょっとやり直そうかな。さあまっすぐして、これがね自動になったらいいんですけどね。はい、止めるときはここのパーキングをタップ。はい、これで止まりました。お疲れ様でした。快適でしたね。テスラをね購入するかどうか、ちょっとママさんとモフモフたちと真剣に検討したいと思います。お疲れ様でした。さて試乗ありがとうございました。鍵をかける。快適でしたね。いやちょっとこれは本当に欲しくなったな。ママさんと検討したいと思います。